はい、双子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回はちょっと背景が違うんですけれども、今私アメリカのコロラド州に来ていまして、この大自然の中で何か皆さんにいい情報をお届けできないかなと思って、ここから撮影することにしました。よろしくお願いします。今回は7月前半のタロットリーディングです。では早速いきましょう。お願いします。ちょっとね、いつもと違うのでカードが見にくいかもしれません。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。7月前半です。節制、ちょっと見えないかな。節制、カップの6、女教皇逆、そしてペンタクルスキングとペンタクルスページ逆、タワー逆、女帝逆。気をつけることや対策はワンドの5とエンペラー皇帝ですね。そしてオラクルは、はい、カップ4の逆です。そうですか。どうですかね。6月の後半からね、ご自身の感覚とか価値っていうものがすごく際立っていて、自分のこだわりが強くなったりとか、もしくは自分がこれだけは絶対なくしたくないみたいな自分の強い思いが出てきたりとか、または稼ぐ力とかですね、自分に価値があるっていうふうに思えてきたりして、何かを生み出すってクリエイティブな感じではないんですけど、私自身にすでにそれがあるみたいな、そういう感覚っていうものが出てこられてる方もいるんじゃないかなと思うんですね。ぜひそれをね、意識してほしいぐらいです。今私の中にある、双子座の皆さんの中にある確固たる自信とか私の価値っていうものを自分で見つけるようにしていただくと、どんどんそこが広がりますからね。で、カードで見た時に非常にいいバランス取れてるなっていう感じがします。まだ前回ね、その古い自分から新しい自分になっていってるとこだよみたいな、確かリーディングだったと思うんですけど、本当にそれがいろんな分野において自分自身の成長や、例えば仕事において、もしくは人間関係においてもそうなんですけど、古い自分と新しく変わっていく自分というものがうまく統合されて、何か2つの可能性がまとまりつつあるなっていう感じがするんですね。で、おそらくそれは本当に自分のことを信じたり、本当に自分に価値があるって信じようとすればするほど出てくるものなので、いい感じで進んでるなっていう感じがします。ただね、双子座の皆さんもともと持ち合わせてる素質として、やっぱ双子座というエネルギーっていうのは2つのものをうまくコントロールしていくとか、うまく器用にね2つ同時にやっていくっていうエネルギーをお持ちの方が多いので、それが今いい形でね2つが統合されていってるんですけど、ちょっとした時にやっぱり思考が白か黒かになりやすかったり、やっぱりこれは違うかも、やっぱこれは合ってるかもみたいな極端な思考に行きやすいんですけれども、でもそれもうまくこなしているなっていう感じです。今現状すごく落ち着いてるんじゃないでしょうか。感情面では落ち着いてないかもしれません。感情面では常にねいろいろ揺さぶられますから、ああかなこうかなっていう思考は無限にそれはいくらでも思うんですけども、現実今生きてるこの状況とかでいくと、しっかりとしたここでペンタクルスのねキングが出てきてるので、しっかりとしたご自身の価値っていう、ここまでやってきた自分の状況とか、なんでしょうね、立場だったりとか、自分が作り上げてきた環境がありますよねって、そこにぜひ誇りを持ってくださいねっていう感じで言われています。ちょっと星の話に戻りますが、7月2日から水星というコミュニケーションとかビジネスもそうですし、勉強もそうですし、人とコミュニケーションを取っていくっていう水星のエネルギーが獅子座に入ることによって、双子座の皆さんにとってより一層ねコミュニケーションが活性化してくるんですね。そしてその活性化してきたエネルギーっていうものが誰かとつながりたいとか、もっとこれをしたらいいんだとか、もっとこれをしたらクリエイティブになれるんだみたいな、ものすごいいろんな策が思いつくっていう感じがするんです。でもう2日3日過ぎたらどんどんエネルギーはちょっと高くなってきて、そして7月6日が新月なんですけども、この新月もねやっぱりこうだみたいなすごい強い意志を持ってらっしゃる方はそのようになっていくみたいな感じがあります。できるだけ強い期待とか明るい希望とか、その自分自身に
必要な世界が繰り広げられてくるんだっていうような感覚で7月6日に大事なことを自分の中で意図していただくと、なんかすごく動きが早いですね。すごく動きが早くて状況が一気に変わってくるっていう感じがあります。でもこれはちゃんと客観的に見たら双子座の皆さんにとって必要なこと、いいことが起こってるっていうことですからね。で7月12日以降もですね、また人とのコミュニケーションとても良くなってくるんですね。で、前回のカードで見た時に人間関係であれみたいな感じがありましたけど、おそらく誤解が解けていったりとか、もしくは自分の恐れもだんだん薄まって人と関わる喜びを感じられるとか、そういうね、こう思考も頭もだし情報もだし自分の行動もとにかく動きが出てきます。7月12日以降で、それ結構楽しいんですよね。でこれって単に感性を喜ばせるだけの出来事ではなくて、7月6日、もう早い方はもう3日ぐらいからね、自分が決めてきたこと、そして6日に決めたことに対して状況がね、調整が始まっていくんです。でその調整されていく中で、一見楽しいことやなんか動き出したなっていう状況の中からすごく大事な変化が起こるみたいです。ここでいきなりタワーの逆っていうのが出ているので、何かちょっと想定外かもしれませんが、ご自身の中で「はあそうなの?」みたいなことがあるかもしれませんね。でそれは必ず他者を通して起こるみたいなんですね。でこれ他者から言われる言葉、嬉しい感覚です。これはね、嫌なことじゃなくて嬉しい感覚を持って、ああ私ってこんなに受け入れられていたとか、実はこんなに自分のことを理解してもらってたんだみたいな、そういう優しいエネルギーが届くことによって自分の中の何かの崩壊が始まるって感じなんですね。わかります？優しいエネルギーが来ることによって、こう緊張していたものなのか何かを保持していたものなのかがガラガラガラと崩れて、なんだいいんだみたいな、すごく穏やかなっていうか、無理してそれをキープしなくていいんだっていう安心感のもとになだらかになっていくっていう感じがするんです。なんでしょうね、これはね。ちょっと甘えてもいいのかなって感じがしますね。すごく器用に他者と関わって他者を喜ばせたり自分が何かをしてあげるっていう方も多いと思うんですけれども、いや実はこんなに応援されていたとかね、こんなに理解されていたっていう、他者からの愛情を感じて自分の緊張だったり何かっていうのがもうホロ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 と、もしかしたら涙とともに崩れていくかもしれないし、もうそんなことを思っている必要がなかったんだみたいな、そしてものすごく自分に優しくなるって感じがするんですね。これはすごくいいことですね。もう始まってますね、双子座の皆さんね。来てますよね、エネルギーがね。そしてなのですごくすごく必要な流れが起こってますので、感情的にご自身が満たされないとか不満があるとか、なんかもっと面白いことないかなみたいなのを思ってる、その表層にあるどうでもいい感情っていうものに惑わされないようにしてくださいね。もっと奥の方ではすごく大事なことが始まってるよっていうことなので、そこはご自身の力で自分の深く、自分の意識の深くに入るようにしてください。で気をつけることや対策としては、現状はねいろいろちょっと動くみたいなんです。さっきもその流れが早くなるねっていう感じがあるので、もう思考はもう7月2日以降だし、喜びとか情報とか楽しさっていうのも7月12日以降早くなるので、あれもやっとかなくちゃいけないとか、これもやっとかなくちゃいけないとか、人との付き合いが忙しいなみたいな感じになるかもしれませんが、その中でも自分が翻弄されるというのではなく、自分がこれを招いているんだ、自分がこの状況を好んで作っているんだっていうことを忘れずにいてほしいなって感じです。そうすることによってさっきのね感情的な、不安定さに飲まれないで、本当に必要な不必要だった感情みたいな、不必要に守っていたものっていうものがほろほろと溶けていくというか落ちていく、そして優しいエネルギーに包まれるって感じがするので、ぜひ頑張ってください。ちょっとこれを踏まえた上でお仕事のこと見てみますね。おそらくね、でも仕事はめちゃくちゃ動きそうですね。いい意味でこれは動くっていうのはご自身の案がもうどんどん湧いてくるっていう感じだと思うんですよね。ああしてこうしてああしてこうしたらいいんだ、楽しいみたいなね。
ワンドの8、ワンド2、ちょうどクイーン逆ということで、やはりね、動きが早いです。なので仕事も早くしなくちゃとか、早くこう返事をしなくちゃとか、この話に今乗っとかなくちゃみたいな感じで飛んでくる、チャンスが飛んでくることに対し、自分が持ってる、今持ち合わせてるエネルギー2つしかないんだけど、これ受けるんだったらどっちを手放そうかとか、どうしようかっていう感じになるので、そこはね、うまく選んでいかなきゃいけないですね。このね、7月の前半からその6日の新月にかけてご自身が何を願うかっていうものがすごく大事なんですね。おそらく例えばですけど、お金を稼ぎたいとかお金を食べたいっていう方は実際溜まっていくような流れになってくるんです。なのでそうした時に今までやっていたことをどうしてもやめなければいけないとか、一時中断しなければいけないということもありえますので、その時の価値判断ですね、自分の中の価値判断が自分が一番何を求めているのか、この時期はっていうことを覚えておいてください。そうすると仕事もなんかやってきたもの全部受け取るっていうよりも自分で選んでいける。必要以上に手をかけないっていうのがポイントみたいですよ。お仕事実は必要以上に手をかけないってなんかね、双子座の皆さんからちょっと違和感あるかもしれませんけど、それと人間関係見てみますね。ワンドエース、カップクイーン、わあ、ペンタクルスエースっていうことでよかったですね。すごくいい。人間関係前回より随分回復しましたねなんかそのいろいろあった上で、やっぱり落ち着いて考えてみたら本当に豊かな関係性築けてたなとか、自分のこと分かってもらってたなとか、自分も相手を理解する、自分の相手のね至らなさも理解できる自分になってるなみたいな、ものすごくいい成長を感じられますし、もしかしたらこのね7月前半の中から新しい出会いや新しい関係性っていうものが出てくるかもしれませんね。本当にこれはぜひやってもらいたいかな。この7月前半の運をねうまく使うとするならば、とにかく自分を信じる、自分の価値を信じる、誰とも比べない自分の価値を信じることと、その上で他者とつながる、もうレールがいっぱいあるって感じなんですよね。どこ乗ってもいいよぐらいの。でその乗っていくそのレールごとにいろんな人とつながるので、その中でとってもいいものをつかめるなって感じがします。でここでもねいい気づきがあるんですよね。他者と関わることによって自分の中の何かが壊れるっていう、いい意味で手放せるっていうのがあるので、人間関係においてはめちゃくちゃいいですから、恐れずに関わっていってください。新しい人とも自分から声をかけていってください。でその中で自分が何に気づいたのかっていうこともしっかり把握しておいてください。で私が感じるのは、白か黒かみたいな、そういうはっきりとした答えとか、この人は運命の人なのかとか、この人はいい人なのか、この人は悪い人なのかみたいな、そういうはっきりしたことではなくて、どのような人にも持ち合わせてる優しさ、全員が持ち合わせてる優しさ、いいところで関わっていけるよっていうことなので、おそらく双子座の皆さん一番それが出てくるんだと思うんですね。でそれで関わっていけるっていうことでとってもいいです。優しさもあるし豊かさもあるしっていう感じね。だから役割とかね、そういうのではなく、自分が持ってる感性、優しさで関わっていくんだなっていう感じが出ています。なんか溶かされて、固く保持していたものが溶かされて甘い感じになってるって感じがするんですよね。この甘さ何って感じなんですけど、もしかしたら恋愛とかそういう甘い雰囲気なのかもしれないし、人との関係の中でもあの人に嫌われたらどうしようとかじゃなくて、分かってくれてるみたいなね、そういう優しい感じなんだと思います。でコメントでご質問がありました。今年がねすごく12年に1回巡ってくるいい年だから結婚したいとか、いい人と出会いたいみたいなコメントありましたけれども、可能性十分にあります。でその時のポイントとしては、今の自分のまま誰かがいい人が来るっていうのではなく、自分の中でどんな崩壊が起こって、どんなこだわりを捨てて本来の自分の価値で人と関わっていけるかっていうのがすごくポイントです。でなのでさっき言ったその自分の白黒の判断材料でこの人はいい人、この人はダメな人ではなく、もう今年の後半出会う人はみんな家族だよねぐらいの感覚で関わっていくと、ものすごく豊かなものを経験できると思います。で後からそれまた
いろいろな時の流れとともにねこう相殺されていくと思うので、まあ期待はしてていいと思うんですよね。そんな感じかな。でやっぱりちょっと今年後半のね流れっていうのをまた改めて見てみたいと思いますので、楽しみにしててください。それはそれで。はい、ということでここまでにしておきます。次回またね7月中旬に後半のものをリーディングしたいと思います。もし何かしら良かったよとか分かりましたって方はぜひいいねボタンやコメントで教えてください。そしてまた次のリーディングの時にね見てほしいことがあればコメントでそれも書いていただけると嬉しいです。ではまたお会いしましょう。ぜひ緩やかないい時間をお過ごしください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。